大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。先生こんにちは。こんにちは。今日もお美しくて明るくて、いや片桐さんこそお花が綺麗ですよね。このお花ですか、ありがとうございます、はい、これ実は岐阜講演会の時に、サイン会に来てくださった方が同じのをしてらっしゃって、私とお揃いです、手作りなんですと言ってね、くださったんですよ。手作りなんですか？手作りでね作られて、コサージュにもなるんですけど、はい。だからこれチラムですか？これはそうですそうです。これもいただきました。ありがとうございます。こちらもいただきまして、羨ましいです。たくさんありがとうございます。今日はピンクのお衣装で。まだね本当に暑いので、そうですね。まだって言ってもまだこれからですよね。先生8月は酷暑日ということですよ。そう、もう猛暑ではなくて今酷暑日ですよね。酷暑になってしまって、もう本当に異常気象です。35度以上の日も多いですし、この間も39度ありましたので、岐阜でも車のあれなんでちょっと高めですかね。車で見たら39度って、もうそれ見ただけで、もうどっと暑いって思っちゃいますね。見なきゃよかったと思ってしまうんですけど、先生今天気予報で高温注意報が出るようになりましたね。本当ですよね。熱中症とかね、なられる方も多いですので、やはり気温に注意しましょうということでね、そういう注意報も出てますが、最近気温がおかしいですね。九州で大雨が続きましたし、本当に気象自体がねおかしくなってきてるんですね。これも以前からお話しさせていただいたり、講演会ではですね、温暖化ということもあるんですけれども、温暖化だけではなく、太陽の活動というのもかなり影響をしてまして、それによってこの地球上の気象が荒れ狂う、異常になる。で、大雨が降って、九州なんか大雨ね降りましたよね。しかも経験したことのない大雨っていう、そういう注意してください。時私も、その前に天気予報を見ておりましたら、こんな言葉言われるのっていうような経験したことのない大雨が降りますっておっしゃられたので、こんな言い方されるっていうのはすごく降るんだなっていうことは思ったんですけれども、それほどこれから経験したことのない大雨だけではなく、経験したことのない大風とかですね、そういう経験したことのない雷とかですね、雷が鳴りっぱなしとかですね、ピカゴロゴロゴロではなくて、ピカゴロピカゴロがパーってこうフラッシュのように雷もおかしくなってきたりとかですね、そういうことももちろん竜巻、突風ですね、あと氷が降ったりとか、一つ相談された方で、天井に穴がね開いたって言われるんですね。屋根に穴が開いて天井に穴が開いてたと。で、何も落下物がないのに穴が開いた、これはどういうことか、神様にお伺いしていただけますかっていう相談を受けまして、お伺いしましたら、空から氷の塊が落ちてきたと。氷の大きいやつですよね。結構大きな穴が屋根に開いて天井に開いてた、すごい勢いでドーンって落ちてきたらしくて、でっておっしゃって見えますよと、氷の塊のようなものが落ちてきたということですよってお伝えしましたら、そういえば畳の上が濡れてたと。で、濡れてただけの現象で、穴があるだけだから何かわからないということで、でそれはやっぱり氷の塊が落ちてきたんですね。でもその時にね、家にいたらと思うと恐ろしいですよね。お留守だって家に帰ってきたらあったということで、そういうことがこれからは起こってきますので、それも一つではなく、そういう大きな塊がたくさん落ちてきたりとかですね、そういうこともあるということも聞かされてますので、そうですか。でもあまりね、だからといって怖い怖いではなくて、自分は守られるから大丈夫という、そういう気持ちをね持って、ゆとりある気持ちで過ごしていただくことも大切ですので、常にこの
高次元とつながる、そういうことをしていっていただけば、どこにいても守られる自分になっておかないと、これからどんなことが起こるかわからない。でもこうしてつながっている皆さん大丈夫ですから、っていうことを、お伝えしたいと思います。あと辛くなったら、ブログにも遊びに来てください。先生、もう一つお聞きしたいことがあるんですが、桜島、鹿児島の桜島の南岳でしたか。南岳ですね。もう600回以上も682回今年に入って桜島は噴火をしているということで、異常な噴火の数なんですね。これはやはりすでに地殻が今変動期に入ってまして、で講演会とかでもこういう話は結構させていただいてるんですが、いずれ富士山も噴火する、そんなに遠い将来ではないということをお伝えしてきているんですけれども、富士山もですね、ちょうど5合目の神社の裏に20メートルの亀裂があったということで、すごくこれも皆さんの間に騒がれまして、何か噴火の前兆ではないかということ、やはり神社の裏というのも意味がありまして、やはり富士山、この今の時代のことを神様が嘆いていらっしゃるということを表すために、あえて神社の裏に亀裂を神様が作られたということなんですね。そうですよね、神社の裏ということは、いろいろ意味がありまして、ですからもうこれからまた噴火をしてくる山とかですね、また地震もまだ完全になくなるわけではありませんので、いろんなことがね起こってきます。なんか怖くなってきますね。そうですね。でもそれは怖いと捉えずに、これはまた地球も今変動期に入ったというふうに捉えていただいて、地球だけでなくこの宇宙も変動期に入っている、ということは変動期というとあれですけど、進化する時に来たというふうに捉えていただいて、それに伴い人間もまた進化をする時に来ている、新しい文明をに変わり目の時期であるというふうに捉えて、素晴らしい未来が待ってるんだと、そのための今少し生みの苦しみの時代を今通過していると、そういう感じに捉えていただいて、何でもプラスに考えていただいて、大丈夫ですから、そうですね、みんな一緒ですから、みんな一緒につながってこの時期を乗り越えていけたらと思います。そのために乗り越えるにしても、そのことが大きな出来事で大きな被害が来るのか、それを大難を小難に抑えることができるのかということなんですが、それには私たちの心の変化というのがかなり大きく影響してきますので、それを講演会でもねお話しさせていただいてるんですけれども、私たちの心が早く良い方向に向かっていけば、富士山が原型をとどめないような大爆発を起こして、すごい数の方がちょっとこうなると、今お聞きしているのは原型をとどめないような大噴火っていうことを神様からお聞きしてますので、それをなんとかそういう噴火ではなく、もう少し小規模な噴火にしていただくために、みんなの心を早く良い方向に持っていきましょうよということを、こうしてね訴えさせていただいてるんですけれども、わかりました。でこの間岐阜講演会でもお話ししたんですが、そのいじめのない世の中にしていくこと、それが、いじめがねいろいろ大津市の中1の子が自殺をされてしまったとかいう話もありますし、それだけではなく本当に今いじめ、陰湿ないじめ、犯罪にも値するようないじめ、そういうものが行われている。でも先日の岐阜講演会で神様のメッセージの中にもあったんですけれども、私たちも同じ、それは他人事ではなく、私たちも地球に対していじめをしていると、同じ行為であるということがね、講演会で話に出てきてたんですけど、地球をねこれでもかこれでもかと自分たちの、利便性を求めて、地球を痛めつけ、いろんなことをしていると、これも
地球に対してのいじめだということですね。だからそれを自分たちの周りからいじめをなくすことでまたこの地球も生きているので、それをすることでまたこの地球と人間もうまく調和をして共存していけるということにつながっていくという、ですからいじめをなくそうと努力することも、この将来来る大難を小難に変えるということにつながってますので、身近なところから自分にできるところからそういう何か動きをしていっていただけたら嬉しいかなと思ってます。そうですね。では講演会のご案内をしようと思います。時間が過ぎてしまいます。8月の5日の日曜日、岩手県のアイーナです。盛岡の皆さん、またお会いできるのを楽しみにしてます。そして9月30日の日曜日、静岡の煙鉄ホールです。静岡の皆さんもまた富士山について話もしますんで楽しみにしててください。でこちらいつもつながっているよ渡良瀬トークの BGM、この CD ですね、古澤ゆきえちゃんの演奏、これもまた講演会会場でしか今お買い求めいただけないので、よかったらまたお家でも聴いてください。こちらの音楽聴くだけでもリラックスできて、ここからもパワーが出てますので、ぜひ皆さんも聴いてくださいね。それではお時間ですね。じゃあまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye.